はい、今日はですね、ツーリングの時にいつもこのモバイルバッテリー縛り付けてですね、無理やり、携帯のナビを、使おうということで普段やってますけど、もうそろそろもうちゃんと電源を取ろうということで、これが純正の USB あるんですね。すっかり忘れてましたこれで。 Amazon で長めの2メートルの USB とライトニングのケーブル購入しましてですね、これをハンドルの方まで持っていこうという計画でございます。これは、耐熱のカバーみたいなものですね。これも一緒に購入して、でケーブルをちょっと守っていこうと。それで、タンクをですね一回ずらしたいので、これは長めのボルトを1本抜くとタンクが手前に引っ張れるので、グリグリっと、引っ張ってきます。タンクのフロント側にですね、ゴムのタイヤみたいな、ここにはまってるんです。このところにポコッとはまってるだけなので、ちょっとずらしてですね、でついでに裏側見ると燃料ホースとコネクタが2個ぐらいの配線がついてるだけですね。で、メインフレームの横っちょにこうやって配線のカバーがついてるんですね。新設ですね。でここに通そうということで今やってるわけでございます。これであとはカバーの内側にこうしまっていってます。配線がちょっと長かったんで少しまとめてますね。で、USB の音に接続と。でこんな感じでたどってってハンドルのところまで来ました。で iPhone をセットしました。電源オン。全然反応しなかったんです。これ参っちゃいました。でここが悪いのかと思いですね、とりあえず車体側からの 12V を測ってみようということで、今測ると 12V はちゃんと来てましたね。なのでこの 12V を受け取った後に USB のポートまで電源が来てないので、 USB のポートのところに USB のチェッカーをちょっと入れて試してみてます。何の反応もありませんでした。全くの無表示です。なのでこのソケットですね、 USB のこのソケット自体がなんか壊れてるっぽいんですね。一応こういうヒューズも見ておこうということで、12V 来てたんですけど、一応見てヒューズもやっぱり問題はありませんでした。で元に戻して、とりあえずもう外してですね部屋に戻ってきました。これでちょっとわからないながらも一回チェックしてみようということで、今テスターで当たってますね。もうここまで来るとやけくそですね、分解し始めちゃいました。もういいやということでいろいろ試行錯誤分解してます。結構大変でしたこれが。それで出てきたのがこいつでした。基板とポートですね。でこれをちょっとハンダよくわかんないからもう持ってやりました。ハンダ盛り。さらにテスタで測ってもよくわかんないので、この車のバッテリーを持ってきてつないでみました。でチェッカーで測っても無反応ですね。やはり全然無反応しません。こいつ壊れてますね。でこの映像はもう購入しました。これ Amazon で800円ぐらいしたかね。 12V から USB のポートが2個出てるっていう、これ
見てください。純正8100円。ちょっと高いでしょということで、諦めて800円の購入しました。これは純正のソケットをぶっちぎってですね、で配線を圧着してくっつけたと。で車体にこれでセットしてみます。5ボルトきました。 5.15 ボルトやりました。はい、ということでこれでようやく iPhone が電源入ってですね、充電開始となりました。これ全部つないだ状態で 5.11V で 0.26 アンペアとかですかね、数値としては。ということで、これでようやくモバイルバッテリーを気にせずにツーリングに行けることになりました。ナビも使い放題でございます。はい、それでは今回の動画は以上となります。よかったら右側の丸いアイコンを押してチャンネル登録をよろしくお願いいたします。